道で会っていますの？全くそれらしいものは見えませんけれど。もちろんですよ。廃工場に突如現れた異世界の巨大兵器。噂によるとこの辺りにあるはずなんです。サテンの都市伝説好きにも困ったものですわ。よくもまあウイハルも毎回付き合ってあげられますわね。あはは、どちらかというと付き合わされてるんですけどね。まったく、私たちだけならまだしもお姉様にまでご迷惑をかけるなど。お姉様、そんなにキョロキョロしていかがなさいました？ごめん。私も巨大兵器が気になるなぁと思って。本当ですか？同行に OK してくれた時はもしかしてって思ったけど、美坂さんも同志だったんですね。絶対に見つけましょう、異世界の兵器。さらに異世界人まで見つけられたら業界を震撼させる大発見です。まあ人探しには変わりないけど。アクセラレータの捜索？それを私にしろっていうの？昨日コーヒーを買いに行ってから帰ってこないので、美坂は心配してみたり、頼れるのはオリジナルしかいないの。ね、お願いで、美坂はさらにすがりつくような目で見つめてみる。この美坂からも協力をお願いしますと、美坂は深々と頭を下げて懇願します。やめてってば、そういうの。いい？情報だけよ。見つけてもあいつに話しかけたりはしないからね。大丈夫、さすがはオリジナル。どんな時でも頼りになるね。で、美坂は満面の笑みでおべっかを使ってみたり。なんてつい OK しちゃったけど、正直気は進まないのよね。美坂さんも異世界の兵器に興味があるなんて意外ですね。正直私はそんなに惹かれないですが。ええ、まさかお姉様にそんな一面があるなんて。おや、失礼、コノリー先輩から電話ですの。はい、ええ、そうですけど。わかりましたわ。すぐに向かいますの。もしかしてジャッジメントの仕事？ええ、そうなのですが、この近くの研究施設に未確認の巨大ロボットが出現したとのことでして。それってもしかして異世界の巨大兵器じゃないですか？早く行って確かめましょう。ジャッジメントにお任せを。何これ、まるで巨大な雲ね。いきなり現れたという報告も気になりますわね。こんな巨大な物体、嫌でも目立つはずですのに。でも立ってるだけで動きませんよ。これならもう少し近づいても。待って、今あいつの目が光ったような。あのロボット、一体何を？このバカ！あれほどむやみに触るなって言っただろう。おかげで何か作動しちまったじゃねえか。ひったい！女神の頭を何だと思ってるのよ。そんな強く叩かれたらバカになっちゃうわ。もうなってるっての。バカの一つ覚えみたいに目の前のスイッチを押しやがって。二人とも言い合いはよさないか。今のところ特に異常はないようだ。柱が一本消えたのには驚いたがな。そうよ、おかげで奥の部屋に入れるようになったんだから、むしろ感謝するべきじゃないかしら。ですがこの部屋には何も。おや、この本は？もしかしてすごい魔導書でしょうか？ちょっと待って、その字どっかで見たことあるんだが。そうね。めぐみん、ちょっと貸してちょうだい。
やった、完成だ。これで推しキャラのいる二次元に行ける。こいつの名前はそう、次元要塞デストロイヤー。やっぱりこれアクアが転生させたあいつじゃ。他人って可能性もまだあるわ。俺やっぱり天才って思ったけど、なんか異世界からいろいろ呼び寄せて暴走するし、結局町一つ滅びたし。確定だな。こんな迷惑な兵器作るのはあの転生者しかいない。でも日記には危険だからここに封印したって書いてあるわ。ちゃんと後始末できて偉いじゃない。どこがだ。気軽にとんでもないものを作ってはポンポンその辺に封印するやつだぞ。なんかごめんなさい。ん？そのデストロイヤーは今ここにない。まさかさっき消えた柱がデストロイヤーの一部じゃ。制服の女子なんでこんな場所にってまさか。みんな怪我はない？ってあんたどこ触ってんのよ。これは不幸な事故ですの。美坂さん、白井さん、ここは一体。少なくとも学園都市ではなさそうね。それにあのロボットはどこに行ったのかしら。あら、私たち以外にも人がいたのね。ここがどこなのか教えてほしいんだけど。申し訳ございませんでした。デストロイヤーを起動させたのもあなたたちが転移したのも全て俺たちの責任なんです。ほらアクアも頭下げて。どういうことなの？お姉様、どうやらこの方たちが何らかの事情、もとい原因をご存知のようですわね。このそば。つまりあんたたちが封印を解いた次元要塞デストロイヤーってやつのせいで私たちはこの世界に連れてこられたってわけね。もろもろの話を聞くに騙しているというわけでもないようです。まったく完全に巻き込み事故を食らいましたわね。すみません、本当にすみません。いいじゃないですか白井さん。異世界ですよ、異世界。来ようと思って来れる場所じゃないんですよ。さてさん、喜んでる場合じゃないです。このままじゃ学園都市に帰れませんよ。元の世界に戻る方法は俺たちも探すよ。それに当面の生活も頼ってくれて構わない。そんなに責任を感じることはないけど、でもそう言うならお言葉に甘えようかしら。そうさせていただきましょう。私たちはこの世界のことを何も知りませんものね。おやチョムスケ、客人が気になって来たんですか？チョムスケ、ずいぶん変わった名前ですのね。めぐみんさんといい、この世界では普通なのでしょうか。どちらかというとめぐみんたちが特殊な感じかしら。そうなんだ。チョムスケちゃん、こっちこっち。ほらお手。にゃー。どうしたの？撫でてほしいの？はあ、異世界に来てもダメなものはダメか。そんなに嫌なのかな。あら、ミコトって動物に嫌われちゃうタイプなのね。大まかに言えばそうなんだけど、そういえばまだ私たちの能力について話してなかったわね。私たちの世界学園都市では能力開発の研究が行われ、学生たちはそれぞれが特別な能力を得ていますの。それで私は電気を操る、つまりエレクトロマスターってわけ。おかげで動物には嫌われっぱなしだけど。なんとその電撃はどれくらいの威力なのだ。参考までに教えてもらえないだろうか。
何の参考にするつもりだ？お姉様の電撃はとんでもございませんわよ。学園都市230万人の中で7人しかいないレベル5なのですから。エリート中のエリート能力者ってことか。で、そういう黒子はどんな能力なんだ？私の能力はテレポートですの。ほら、こんな風に。消えた？黒子、どこ行っちゃったのよ。ここですわ。任意の場所から場所へ自分自身や物を移動させるというものですの。すごいな。学園都市ってとこにはそんな能力者がゴロゴロしてるのか。ふむ、俺もそこに行けば秘めたる力が開花したり。ミサカさんたちは特別なんですよ。私みたいに頑張ってもレベル0でしたって人が大半ですし。それに帰る方法もわからないのに学園都市へ来る話をされましても。確かにそうだよな。まずはここで生活することを考えなければですよね。この世界のこと、街のこと、もっと教えていただけますか？もちろんだ。今度は私たちの世界を案内しよう。異世界